済んだもんなのだ。今日はオーストリアのニュースを3本まとめて紹介するのだ。その前に豆知識なのだ。オーストリアはドイツ語で STRREICH、 東の国が由来で、元の形 OSTRRCHI は西暦996年の文書に登場するのだ。そして今回の一押しは3つ目のニュース。ママ、もし私が男の子の方が良かったらという記事なのだ。オーストリアで増えている若いトランスジェンダー当事者と家族や医療現場のリアルが語られているのだ。それじゃあ早速見ていくのだ。オーストリアは中央ヨーロッパの内陸国で、首都はウィーンなのだ。ハプスブルク化の歴史を経て帝国から共和国へ移り、現在は連邦制の議会民主主義なのだ。人口はおよそ900万人で、機械、科学、観光業が主要産業、クラシック音楽やカフェ文化が有名なのだ。近年は気候対策や再生可能エネルギーの導入、観光復興が注目されているなのだ。一つ目のニュースなのだ。チャベスの社会主義革命がベネズエラをどのように破滅させたかという記事なのだ。この記事はベネズエラの元大統領チャベスが進めた社会主義革命がなぜ国を崩壊させたのかを解説しているのだ。チャベスは2000年代の高い原油価格を背景に貧困層向けのボリバル革命を進め、当初は貧困を減らしたのだ。だが石油産業の国有化と専門家の大量解雇で技術と資本が国外流出し、生産は急減したのだ。さらに借金を倍増させ、価格下落後は中央銀行の紙幣乱発で2018年にはインフレ率13万%超となり、 GDP は2012年の3分の1、国民の4分の1にあたる約800万人が国外へ逃れたのだ。後継のマドゥロ政権は独裁を強め、経済も政治も行き詰まり、専門家たちは石油ではなく権利と民主主義こそが繁栄の条件だと警告しているのだ。二つ目のニュースなのだ。ドナルド・トランプはつまらないジョークまで現実にしてしまうという記事なのだ。アメリカのミネアポリスでミン BHRD アイスに抗議していた37歳の活動家で3児の母がアイス職員に射殺されたのだ。政府は GISTESGSTRT リンク E ガビーム10 GU ノットウェアデズワンゲンハーベと主張し、 VIGETRSIDENT パンスは彼女にセルブスとシュルドガールトイ SCHTGEN アブソリュート IMMUNITT を約束したのだ。著者は史実より権力側のワークリヒカイトが優先され、トランプ政権が GRNLAND 併合などの一見悪い冗談を繰り返し主張することで現実にしつつあると批判しているのだ。ヨーロッパは国際法と共同のワーテンを守り、 STRKERE ではなくゲシャイテレが勝つ道を選ぶべきだと訴える記事なのだ。3つ目のニュースなのだ。ママ、もし私が男の子の方が良かったらという記事なのだ。この記事はオーストリアで増えている若いトランスジェンダー当事者とその家族、医療現場の現状を伝えているのだ。18歳で男性として生きることを選んだ子供と母親の体験から、親のショックや娘の未来像を失う悲しみ、それでも支え続ける姿が語られるのだ。専門家はトランスは昔から存在し、可視化と受け入れが進んだ結果として相談が増えているだけで有効ではないと説明するのだ。オーストリアでは名前や戸籍変更に専門家の診断が必要で、14歳頃からの思春期ブロッカー、16歳からのホルモン治療など慎重な手続きが求められるのだ。医師は骨密度や将来の妊用性など長期的な影響に注意が必要だが、多くの若者は治療で強い心理的な負担から解放されると述べるのだ。また、
トランス男性の方が社会的な差別を受けにくく、トランス女性には失業やホームレス、生産業への流入など、より過酷な現実があると指摘されているのだ。ずんだもん、歴史と現実を踏まえて、民主と人権を大事にし、弱い人を支える社会を選ぼうなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。